ナマンダー仏南マンダ仏南マンダ仏ナマンダー仏南マンダ仏南マンダ仏ナマンナマンダ仏。本日はサンフランシスコ仏教会散歩の集いにようこそのお参りでございます。私、ミネソタ州ツインシティ仏教会で、開教師補としてお務めをさせていただいております。ブライオニクラチエミと申します。本日はよろしくお願いいたします。初めてのご縁ですので少し自己紹介をさせていただきます。私はミネソタ州に、住んでおりまして、北はカナダとの国境ですね。ですから、大変冬が長いところなんですが、今日も華氏で20度くらいでして、おそらくサンフランシスコの天候から想像しますとですね、まさに極寒でございます。3人の子供がおりまして、16歳と14歳の息子と、11歳の娘がおります。育ち盛り、食べ盛りで、反抗期もまっしぐらで賑やかな、毎日を過ごしております。で、私は、九州、福岡県の出身です。浄土真宗本願寺派のお寺で育ちました。約20年前に日本で当時仕事をしていたミネソタ州出身の夫と出会い、そのご縁でミネソタで生活をすることになりました。ミネソタ州は日系人やアジア系のコミュニティも小さいので、浄土真宗のお寺はありません。で、お寺という建物はないんですけれども、ご法座のたびに場所を借りて集まっているコミュニティがありまして、ツインシティ仏教会と言います。日本の、私が日本に住んでいた時はお寺に住んでいましたので、その時の経験を生かして、今はお手伝いをさせていただいております。ね、この仏教界は80年以上の歴史がありまして、80年くらいですね、の歴史がありまして、まさに、仏様の教え、仏法ね、法灯のもとに、人が集まり続けているという、参加でございます。さて、2021年が始まり約3週間が経ちましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。なかなか収束の兆しの見えない新型コロナウイルスの感染の拡大、このアメリカ国内でも、約2500万人の方が感染し、そして40万人以上の方が、お亡くなりになられました。世界では200万人以上の方が命を落とされています。大切なご家族、友人を亡くされた方、突然の別れを経験されることになって、心の傷の癒えることはないと思います。また、感染して今でも様々な辛い症状と戦っていらっしゃる方もたくさんいらっしゃいます。お気持ちをお察しいたします。感染リスクを背負い、最前線で働いていらっしゃる、医師、看護師、医療スタッフ、病院や施設で働く人たち、食料や薬局など生活に必要なものを届けてくださるエッセンシャルワーカーの皆さん、社会のために、自分の都合、自分のね、自分のこと、自分の利益よりも何よりもですね、まずはこの社会のために、人のために、働くという勇気ある行動をしてくださっていることに、本当に頭が下がる思いでいっぱいでございます。本当にありがとうございます。そして、皆さんのご無事をですね、心から念じております。それからまた、この感染防止対策のために、ビジネスに多大なる影響を受けて、収入が減ったり、仕事を失った方もたくさんいらっしゃいます。感染拡大もいつまで続くか分かりません。ワクチンが普及したとしても、どのようにしてビジネスを立て直していくのか、仕事に戻れる可能性があるのか、全く先が見えずに、まさに闇の中で不安を抱えておられる方もたくさんおられると思います。一日でも早く、少しでも以前の生活に戻ることができるよう、心から願っております。さて、先ほどツインシティ仏教会について少しご紹介をさせていただきましたが、ツインシティ仏教会では、
昨年より、オンラインで話し合い講座というのを始めました。コロナ感染防止のために、外出やその他の行動の制限を受けるようになって、なかなか人と会って話す機会もありません。せめてオンラインで集まって、様々な問題や悩み、そしていろんな思いをですね、他の参加者の方々とシェアをしてもらうような場になっております。で、この会は日本語で行っていますので、えー日本語を話す機会がなかなかないという方もですね、貴重な機会として参加してくださっています。最初はこのミネソタ近辺のご近所の方たちが参加されていたんですが、今ではこの州外からですね、カリフォルニアやシアトルからも、また日本からも参加してくださっている方がいらっしゃいます。そのような会があるんですが、先日このようなテーマで、話し合いました。テーマは、幸せって何だろう。新型コロナ感染対策の中で、世界中の人たちが、感染への恐怖と不安、それから経済的な不安、家族や友人と会えない孤独感、様々な思いで毎日多くの方が過ごしておられます。そのような中で、自分は幸せだなと少しでも感じることがあるとすれば、それはどんな時ですかというお尋ねをしました。小さなことかもしれませんが、一番多かったので、すぐに答えが出たのは、日常の中でですね、美味しいものを食べたとき、美味しいお酒を飲んだときですね。で、あとは、なかなか外食もできませんので、自分で作った料理がうまくいって美味しかったときとかですね。あとは、体調が良くて、その食べた食事が、特に美味しく感じられた時とか、そういう時は幸せだなと思いますっていうことだったんですが、そういう時でも、あの、大好きなレストランに今は行けないのが残念だなみたいな気持ちが起こってくるとですね、さっきまで幸せだなと思っていたものが、ちょっとかなり半減してしまうんですね。ね、食べながら、これも美味しいけど、やっぱりあそこのあの店のものが食べたいな、なんて思ってしまうと、もう、幸せだな、美味しいなと思っていた気持ちが一変してですね、一瞬にして、もうコロナのせいで、私たちはいつまでこんなに自由を奪われなきゃいけないんだろうか。ね、そういう辛い気持ちになります。幸せだなって感じるときは、物事が自分の思い通りになったときではないでしょうか。期待通りの味の食事が作れたとか、体調が良くて、やりたいことをやることができたという、満足感とかですね。で、少しでも自分の思いが逆に叶わないようなことがあると、幸せだなという気持ちが一転してですね、辛いなという気持ちになるわけですね。えー幸せという漢字、ね、辛いという漢字はこのように書きますね。こちらがこの辛いという漢字ですが、幸せという漢字。比べてもらったら、ここの線一本だけなんですね、違いは。この線、たった一本の線の違いで、幸せという字とですね、辛いという字があるんですね。で、この幸せと辛さということはですね、このたった一本の線の違いのように、背中合わせじゃないんだろうか。ね、私たちが今いるこの瞬間に幸せを感じるか辛さを感じるかっていうのは、なんかほんの少しの、違いではないだろうかという、ことをちょっと考えてみたんですけれども、例えば不自由な思いをした後に自由が戻ってきたときは、さらに余計にその幸せを強く感じることもできますね。例えば、今はコロナ感染対策で好きな行きつけのレストランとかに自由に食事もできません。でも、コロナ感染を心配しないで自由に外出できるようになった時がまた来ればですね、今まで以上に、そこに行ってご飯を、食事が好きなものを食べられるっていうことに対して、今まで以上に幸せを感じられるんじゃないでしょうか。まだもうちょっと先になりそうですけどね。このように幸せっていうのは、誰かに幸せにしてもらう、幸せを与えてもらうというよりも、自分の心の持ちようだったり、自分の置かれている状況だったり、
そういったこちら側の都合で、幸せかどうかっていうのが決まることも多いと思います。コロナ感染が続く現在の社会状況の中ではですね、私たちはいろんなことを考えさせられたり、いろんなことに気づかされたりしています。そういう機会になっていますね。ね、考え方の違いとか、その考え方の違いによって起こる行動の違い、そういったもので、自分と違う考え方っていう人たちに対してですね、やっぱり理解ができなかったり、憎しみや苛立ちみたいに、大きな分断にさえつながっているのも現実です。自分こそが正しいと、正しい判断をしていると信じている者同士が、もしその違う考えをお互いに持っているとすれば、相手を批判したり、なじったり、そしったりしていくわけですね。私が正しい、私が正しいと、思えば思うほど、その気持ちは強くなります。例えば、このコロナ感染防止対策としてはですね、経済を取るか、それとも徹底的な感染防止を取るかということがもう常に議論されています。経済を動かし続けるべきか、完全なロックダウンか。ね、経済を動かすとどうしてもこのコロナの感染者が増えて犠牲者が増えます。でも、また経済活動を完全に止めてしまうと、会社やお店が倒産して、失業者が増え、生活が成り立たない人たちがたくさん出てくるんですね。で、そういう人たちは追い込まれて、今は自死を選んでしまう人たちもいます。これは絶対にあってはいけないことです。しかし、自分の身近なところで一緒に住んでいる人とかですね、身近な家族とかに何か疾患から体調でね、体に疾患があったりとか、あとなんか高齢だったりして、感染すれば重症化するリスクがすごく高いという方が身近にいらっしゃれば、その人たちを守るために、ロックダウンは当たり前の対策だっていうふうに思うんですね。ですから、ロックダウンは反対、ね、ロックダウンは反対で、そういう人たちにとっては、自由に外食とかも楽しみたいよと、自由にしたいって思う子たちがいれば、その家族のために一生懸命心配している人たちは、この人たちのことを本当にひどい人だと、ね、人のことは構わないようなひどい人だっていうふうに批判をすることになるわけですね。でも人の命に関わる問題だと思っているからなんですね。でも、人の行動を制限することによって、確かにたくさんの企業、商店、レストランね、倒産したり仕事を失っている人たちも後を絶ちません。こうであるべきだ、こうであってほしい、これが正しいって思うことの考えはもう、人それぞれなんです。でも、自分の考えと反する人たちの行動っていうものに対しては、苛立ち、腹立ち、ましてやその人たちの行動で、自分たちが迷惑を被っているとさえ思ってしまうことがあります。他人に与えられた自分の望まない状況こそが、自分を不幸だと思わせる時ではないでしょうか。自分の気持ちに幸福感とか安心感があるときは、他人を軽蔑したりですね、憎んだりとか、反感を持ったりとかもあまりしないんですけれども、自分が辛い、自分の思うようにならないというような気持ちがあるときは、そちらの気持ちがですね、その辛くなっている原因をですね、今度は外に探し始めるんですね。そして、外に向かって、もう攻撃的な行動に出てしまうこともあるわけですね。で、私たちはこんなに頑張ってる。私自身はこんなに頑張っている。こんなに努力しているのに、いつまで経っても報われないのは、あの人たちのせいだ。あの人たちのせいだ。この社会のせいだというふうに思い始めたら、それは憎しみや、怒り、そして差別など、簡単にそういう行動につながっていきます。幸せと辛さは字で表すと、このようにほんの少しの違いなんですけれども、それぞれ一つの方向に傾き始めるとですね、かなり急速にその方向へ気持ちがどっと行ってしまうこともあります。特に幸せだなと思ってた気持ちが辛い方に行くときは、どんどん自分を追い込んで、そしてその原因を外に向けていって、怒りや苛立ちや憎しみっていうのが辛くなっていく。それは
自分が正しい、自分は間違っていないと思えば思うほど、この辛さというのは、もっともっと大きくなっていくんですね。実際、私たちも身近な問題で、とても判断がつきにくいという問題にも直面しています。このコロナ感染対策でも、自粛生活、どこまでの自粛が必要なのか、生命を取るか、経済を取るか、全くもってこのコロナの出現によって、もうこの世界中が、震撼してですね、この私たちに人間の無力さというものを本当に感じさせられるばかりです。親鸞上人の時代にも、今から800年、850年前ですね、天災や、飢饉、そしてこのコロナのような疫病の感染で、たくさんの人たちが亡くなっていった時代であります。その上に、さらにこう権力争い、領地を争ったりして、人と人がもう殺し合う戦ですね。戦の絶えない世の中でした。その中でも人々を救う真実の教えがないか、一生かけて親鸞上人は求め続けられました。後に伝えられた親鸞上人のお言葉で、このように、歎異抄の中に、述べられております。善悪の二つ総じてもって存じせらるなり。善とか悪とかいうことは、私には本当のところはわかりません。親鸞上人自身もこのようにおっしゃってらっしゃるんですね。善か悪かということは、阿弥陀仏のお心において、阿弥陀仏が悪とおっしゃるところまで知り尽くしていれば、それは悪と知っていると言っているというのでいいのでしょうとおっしゃっていて、本当に善か悪ということは自分の判断できるところではないと、そういうふうにおっしゃっています。そのような私たちをこういうふうに表されていますね。煩悩具足、ね。私たち人間は煩悩具足である。煩悩具足、固く無常の世界は、よろずのこと皆もって、空ごとたわごと、誠あるなきに、ただ念仏のみぞ誠にておわします。煩悩にまみれた凡夫であり、火のついた家の中にいるように、無常の世界は、みんなすべてが嘘偽りばかりで、少しも真実といったものがなく、ただその中で念仏だけが変わることのない真実なのです。私たち人間は自分で本当の善悪な判断などができるものではなく、如来様のお心においてしか知ることはできません。私たちは一時の迷いや思惑に流される煩悩の消えることのない凡夫なのです。そして私たちが住む世界を固く無常の世界と表されています。この世界は火のついたような家のようなもの。火のついた家のようなもの。そして世界は常なるものは何もなくて、嘘、偽りの中で暮らしています。ただ、それだけ、その中で一筋の光としてお示しになられたのがお念仏の道です。これだけは変わることのない真実ですとおっしゃっております。先日の話し合い講座でこのようなお話をしてくださる方がいらっしゃいました。私は自分の先のことが決まっている安心感に、幸せを感じます。自分が帰るところがあるという安心感です。年を重ねて辛いこともたくさんあったけれども、今は何があっても私たちには帰らせていただける場所がある。いつでも待ってくれている方がいらっしゃるということは、私にとっては大きな安心を与えてくれて幸せを感じますとおっしゃっていました。この方は戦時中のお生まれで、子供の頃、若い頃にはたくさんのご苦労があったんですね。その中を生き抜いてこられて、たとえ今、この社会が大きな不安と悲しみに包まれていたとしても、必ず迎え取ってくださる場所があるということをお聞かせいただくことが、何よりの安心につながり、大丈夫だよと、またお聞かせいただくことが幸せを感じられることだと思いますとおっしゃっていました。
この方がこのように付け加えてくださいましたけれども、私もですね、若い頃は忙しくてなかなかそうは思えなかったんですよ。今は心からそう思いますとおっしゃってくださった時に、私はそれを聞いてハッとしたんですね。忙しい。ね、忙しいという漢字はこのように書きます。忙しいという漢字はこのように書きますね。で、こちら側のパートは、心ということを表すんですけれども、心がない状態が忙しい。まさに私自身のことでございまして、私は子供の世話や家事の傍ら仕事を続けておりますので、ついつい口から出る言葉は、忙しい、忙しいという言葉なんですね。で、それは私がまさに心をなくしている瞬間なんです。腹を立てて機嫌を悪くしていると、それもまた自分が忙しいことのせいだっていうふうに言ってしまいますね。心をなくしてしまうと、立ち止まって考えることも少なくなります。その時、一瞬一瞬の出来事が、本当は感謝できるようなことであったとしても、自分の思いとちょっとでも反することがあれば、感謝するどころか、イライラして、その口からついて出るものは愚痴しかありません。自分が絶対に正しい。ね。そういうふうに思わずに、自分が正しいって信じるんじゃなくって、人それぞれ違った、異なった考え方があるんだ、感じ方があるんだよというようなことなどはとても、心に余裕がありませんからね。そういったことを尊重するようなことはもうすっかり忘れてしまいます。幸せを感じるどころか、もうちょっとしたことに右往左往するどうしようもない私たちです。親鸞上人は、そのような自分の力ではどうしようもない私たちこそが阿弥陀如来の救いの目当てであるとお示しになられているわけですね。如来様の願いによって信心を恵まれ、念仏を申す人生を歩ませていただいております。コロナ禍で特に特定の方々に多大なる被害や苦しみが集中しています。如来様のお姿を鏡とする私たち念仏者には、今、その苦しみや悲しみの中にいる方たちを思って、私たちに何かできることはないだろうか。思いやりの心を届けて、寄り添うことはできないだろうか。そのように思います。私たちが住んでおりますアメリカでも先日政権が交代しました。これから社会が大きく変化していく可能性が十分にあります。その変化に多くの人たちが期待を寄せています。そして、しかし、そのこれからの変化で報われたように感じる人と、そうでない人とも出てくると思います。希望の光を見つけられる人、なかなか見つけられない人、それぞれがいろんな思いで過ごすことになるでしょう。コロナ感染によって大事な方を亡くされた心の傷は決して癒されることはありません。そんな人たちに心から寄り添うことができているでしょうか。今こそ人それぞれが異なる考えがあるということをお互いに尊重して、対話をして、そしてその違いに響き合う、そういうことが必要とされていると思います。そして傷つき、悲嘆に暮れている人たちがいれば、慈しみや思いやりの心を届けることも必要とされていると思います。仏様の見教えをいただいて、手を合わせてお念仏させていただく身である今、私たちに何ができるかを日々考えて過ごしていきたいと思います。それでは、えこちらの拝読、浄土真宗の見教えより、浄土真宗の救いの喜びを拝読させていただきたいと思います。はい、それでは合唱をお願いいたします。浄土真宗の救いの喜び。阿弥陀如来の本願は、必ず救う任せようと、南無阿弥陀仏の皆となり、絶えず私に呼びかけます。この呼び声を聞き開き、如来の救いに任すとき、永遠に消えない灯火が
私の心に灯ります。如来の大悲に生かされて、ご恩放射の喜びに、南無阿弥陀仏を唱えつつ、誠の道を歩みます。この世の縁の尽きるとき、如来の浄土に生まれては、悟りの知恵をいただいて、あらゆる命を救います。宗祖親鸞上人が、如来の誠を示された浄土真宗の見教えを共に喜び、広めます。ナマンダー仏ナマンダー仏。それではどうぞ皆様、お気をつけになられて、お体を大切にお過ごしください。本日はどうもありがとうございました。